こんにちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、四国メタンです。今日はコールマンのガソリンストーブ 508A を紹介したいのだ。コールマンの代表的なガソリンストーブね。そうなのだ。早速紹介していくのだ。まずは公式から発表されているスペックについて紹介するのだ。これ、結構重いのね。それと2125キロカロリーって他のガスストーブと比べると随分控えめね。そうなのだ。スペックだけを見ると凄まじく控えめなのだ。ちゃんと使えるかは一緒に試してみようなのだ。次は外観についてなのだ。結構、武骨な外観ね。まあなんというか、自分もそうだったけど、初めて使う人にはどこがどうなっているかさっぱりだと思うので、大切なところを説明していくのだ。お願いします。まずは、燃料キャップ、燃料を入れる口なのだ。それは、わかるわね。次は、燃料レバー、ここで火力を調整するのだ。ストッパーの位置にある時がオフ、直下の位置で弱火、一番右にすると強火なのだ。昔のモデルだと、燃料のオンとオフをするためだけのバルブ、火力調整だけのバルブと分かれていたけど、それらが同時にできるのだ。新しくなって、便利になったのね。燃料はこのバルブを通って、ジェネレーターにやってくるのだ。ジェネレーターってどんな役割があるの？ジェネレーターは燃料を熱して気体にするのだ。気体になった燃料はジェネレーターの先端のノズルから高圧で噴出されて、周りの空気と混合されて完全に燃焼するのだ。燃料キャップの裏側にはポンプがあるのだ。ポンプは燃料タンクに空気を送り込む役割があるのだ。なんで、わざわざ空気を送り込むの？ガスを使うストーブにはないじゃない。このポンプはなくてはならない存在なのだ。それは次の章で説明するのだ。早速、使っていくのだ。まず、燃料を入れるのだ。燃料がなきゃ何も始まらないのだ。入れるにしてもどうやってよ。口が狭いじゃない。ロートを使うのだ。純正のロートが一番使い勝手が良くておすすめなのだ。初めて買う人がストーブと燃料だけ買っても使えないのね。これ、こう入れるのかしら？そうすると空気が缶に入るときにこぼれちゃうから、燃料缶の側面の図に書いてある通り、給油口を上にして入れるのだ。なるほどね。あと、ロートは差し込んでから左右に少しねじってがっちりとはめ込むのだ。これをしないと漏れるのだ。アメリカンクオリティなのね。ある程度まで入れていくと燃料が入らなくなるのだ。満タンになると自動で止まるのね。この状態でストーブを傾けてそっと抜き取るのだ。燃料がキャップのギリギリまで来ているわね。けど、もうちょっと入りそう。満タンまで入れないの？これ以上はダメなのだ。さっき説明したジェネレーターにはガソリンだけじゃなくて、この空気も流れるから全部入れちゃうと、ちゃんと燃焼できないのだ。そうなのね。知らなかったら、とりあえず全部入れちゃいそう。さて、燃料も入ったことだし、燃料キャップを閉めるのだ。次は、ポンピングなのだ。ポンピング？このままだとジェネレーターに燃料を送る圧力がないからポンプで空気を送って、タンクの圧力を高めるのだ。それって危なくない？ガソリンが入ってるんでしょ？アウトドアで使うガス管だって高圧ボンベなのだ。それはそうね。まずポンプノブを半時計回りに少し回して、緩めてから先っぽの穴を親指で塞いで押して引いたりを繰り返すのだ。ふむふむ。ポンプが硬くなるまで繰り返して、親指を離してポンプを戻し、時計回りに締めるのだ。これってどういう意味があるの？ちょっと説明するのだ。ちょっと図解してみたのだ。ポンプはこんな風になっているのだ。うわぁ、複雑。まず部品について説明するのだ。これはさっき言っていたポンプの先っぽのポンプノブ、こっちがステム、これはポンプカップ、チェックバルブとなっているのだ。それぞれちゃんとした役割があるの？さっき燃料タンクの中に空気を入れて圧力を高めるって言ったのだ。そのままだとポンプから燃料が逆流しちゃうわね。そうなのだ。それをまず防いでくれるのが一番先にある、チェックバルブなのだ。チェックバルブはラムネの瓶みたいな構造で、空気はタンク側にだけ流れるのだ。じゃあこれで逆流しないわけね。けど、さっきポンプノブを緩めたり締めたりしたのは何なのかしら？実はチェックバルブだけじゃ不十分なのだ。チェックバルブだけだと密閉できないから、中のガソリンが少し漏れ出すのだ。不良品じゃない。仕様なのだ。だから次にステムが必要なのだ。チェックバルブの実物を見てほしいのだ。チェックバルブの真ん中にネジが切ってある。そうなのだ。ステムにも同じようにネジが切ってあって、閉めて完全封鎖する仕組みなのだ。だからさっき、緩めたり締めたりしていたのだ。もし、チェックバルブが壊れてしまっていても、
ちゃんとステムを締めさえすれば燃料が漏れ出すことはないのだ。よくできてるわね。最後にポンプカップなんだけど、これで空気を押し込んでいるのだ。消耗品なのだ。使っているうちに少しずつ摩耗するからポンピングしても手応えがなくなってきたら交換するのだ。あと、常にオイルで濡らしておくのだ。乾いていたら余計に傷んでしまうのだ。どれくらい持つものなの？物自体は2、3年は持つのだ。革とゴムの2種類があるけど、お好きな方を使っていいのだ。それではポンピングが終わったから着火するのだ。マッチやライターの火を近づけてから燃料レバーを最大まで開けるのだ。火がついたら弱火の位置にしても大丈夫なのだ。炎上してるじゃない。はじめはそうなのだ。ジェネレーターが十分に熱くなっていない。はじめのうちは大きな火が出てしまうのだ。それならいいんだけど。さて、再びポンピングするのだ。また？そうなのだ。着火時にさっき圧縮した空気をたくさん使ってしまうから補充してあげるのだ。燃料がいっぱい入っている時はそんなにしなくてもいいことが多いのだ。なるほどね。さて、火が安定してきたのだ。ここから調理開始なのだ。ガスとは違って青火になってから使うのだ。赤火のまま鍋を乗せちゃうとすすがついたり、ジェネレーターがちゃんと熱せられなくて気体になりきれない燃料に引火したりするからやっちゃダメなのだ。それは大切ね。調理中でも火が弱くなってきたりしたら追加でポンピングするのだ。ずんだもん。何なのだ？さっき気づいたけど結構本体が熱いわよ。大丈夫なの？普通なのだ。ガス管だったら爆発の危険性があるから熱いのはダメなんだけど、ガソリンストーブは熱くても大丈夫なのだ。熱くなることで中のガソリンが気化して途中のポンピングが不要になるのだ。けど、あっちっちになるとやっぱり危険だから限度ってものがあるのだ。そういう意味だとそこまで熱くないわね。ずんだもん。また、何なのだ？少し火が強いんだけど、弱くできる？大丈夫なのだ。弱火にするには燃料レバーを真下にするのだ。弱火になったわ。ありがとう。どういたしましてなのだ。ちょっとだけ追加説明するのだ。また、説明なの？前半の説明で燃料レバーを動かして燃料のオン、オフ、火力調整ができると言ったのだ。そう、言ってたわね。この図を見てほしいのだ。これはジェネレーターと燃料レバーの図なのだ。ジェネレーターの中にはワイヤーが通っているのだ。だから何なのよ。燃料調整レバーをオンの位置にするとワイヤーが引っ張られる仕組みなのだ。手動しとかいろいろあるんだけど割愛するのだ。そうすると燃料が通るようにノズルが開くのだ。逆に燃料レバーをオフの位置にするとワイヤーが押し出される仕組みなのだ。そうするとジェネレーターのノズルからワイヤーが出てきてノズルを塞ぐのだ。そんなことどうでもいいじゃない。どうでもよくないのだ。この部分の精度で火力調整できるかがほぼ決まっているのだ。わかったわよ。けど、なんでそんな力説するの？個体差があるのだ。燃料レバーがオフの位置でもワイヤーが出てこなくて火力調整ができないものもあるのだ。それって不良？仕様なのだ。アメリカンクオリティなのだ。料理も終わったし火を消すのだ。燃料レバーをオフの位置まで絞って火を切るのだ。火を切ったのにまだついてるわよ。仕様なのだ。ジェネレーターの中に少し気体の燃料が残っているから出し切るまで少し待ってあげるのだ。キッチンで使うときは火を切っても換気扇は2、3分出たままにするのだ。ガスに慣れていると一癖も二癖もあるストーブだったわね。そうなのだ。さっきの料理のデータを書いとくのだ。一体お湯を沸かすのは料理なのかしら？室温22度の時、無風状態で先ほどの夜間を使って湯沸かししたのだ。火の大きさは夜間から少しはみ出る程度にしたのだ。最大ではないのだ。結果はジェネレーターが暖かくなるまで24秒、お湯が沸くまで計6分11秒かかったのだ。また料理前後の重さを測り、使った燃料は 20g、比重から計算して約 27ml と分かったのだ。純正燃料が1リットル1000円だとすると 27ml で27円で、おすすめはできないけど、レギュラーガソリンを使うなら2022年11月現在、1リットル160円だから 27ml だと 4.3 円なのだ。レギュラーガソリンの安さが気になるけど、燃料はホワイトガソリンだけじゃないの？一応レギュラーガソリンも使えるのだ。機会があったら別途説明しようと思うのだ。次に、火力の比較なのだ。そういえば、冒頭に2125キロカロリーって低いわねって話、してたわね。ティファールで室温23度、1リットルを沸かすと約5分30秒かかるからいい線だと思うのだ。屋外だと風があるから単純には比較できないけど、風防を駆使すれば効率よく使えると思うのだ。
風防を使ってガス管が爆発する事故、結構見るわよ。ガソリンストーブは使っても大丈夫なのだ。それは大きなメリットね。けど、重さの方はどう？重さは仕方ないのだ。満タン付近で 1.2kg ほどなのだ。湯沸かしだけとか用途を限れば他のガスストーブがおすすめなのだ。例えば、ジェットボイルなら全重量 660g で効率も圧倒的に良いのだ。登山用のストーブと比べるのは酷じゃない？そうなのだ。けどガスストーブ他に持ってないから許してなのだ。まあとにかく重いのは分かったわよ。どんな使い方だと良いのかしら？オートキャンプでかつグループで使う場合に特におすすめなのだ。一旦拠点を張ってあまり動かないスタイルなら抜群に相性がいいのだ。風防や別売りのごとくを立てて大きな鍋を置いて料理できるから大人数の料理に向くのだ。長時間使っても火力は落ちないから煮込む料理とかにも使ってほしいのだ。ちなみに、どれくらいするのかしら？定価で14000円。それに燃料費が1リットルで1000円くらい。ロートが1400円くらいだから、定価で全部購入すると16000円くらい必要だね。高すぎでしょ。そう。だから中古品がおすすめなのだ。壊れてたりとか大丈夫なの？買う前にチェックしないといけないところはあるけど、それはまた別の動画で説明するのだ。そうすれば全部込み込みで8000円くらいで買えるのだ。あとガソリンもレギュラーにしちゃえばいいのだ。少し手頃になったわね。壊れにくいし、中古で十分なのだ。ということで、今回はコールマンの代表的なガソリンストーブ 508A を紹介したのだ。機能も必要十分、シンプルで使いやすいストーブなのだ。皆さんもキャンプでぜひ使ってみてくださいね。また、お会いしましょうなのだ。またね。